さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は留学生が大学の面接でよく聞かれる12の質問を紹介します。これから大学の試験で面接がありますよという人はぜひ一緒に練習しましょう。まず答え方についてです。はい、そして答え、結論ですね。そして説明を1つか2つしてください。1つの質問でだいたい15秒から20秒くらいで答えたらいいです。では早速始めましょう。留学生の張さんは大学の面接をしています。失礼いたします。はい。よろしくお願いします。おかけください。はい。日本に留学したいと思ったのはなぜですか？これはどうしてアメリカとか他の国じゃありませんか？どうして日本に来たかったんですか？知りたいです。皆さんが日本に留学したいと思った本当の気持ちを話してください。でも例えばみんな同じの日本が一番好きだからですとか日本人は優しいからですはダメです。どうしてあなたは日本に留学したいですか？日本のことをいつどうやって知りましたか？子供の時？高校生の時？それでどうして日本を選びましたか？3分くらいで答えられたらいいですね。では、張さんは何と言うでしょうか？子供の時、ドラえもんをいつも見ていました。日本のアニメだと知ってから私はとっても日本に興味を持つようになりました。それからぜひ日本語を勉強して日本に住みたいと思ったので留学を決めました。日本語はどのように勉強しましたか？日本へ来る前、日本へ来てからどこでどのくらい勉強しましたか？そして何か頑張ったことがあったらいいですね。例えば、毎日とても忙しかったですが、必ず夜寝る前に10個ずつ言葉を覚えたので、今は N2 に合格しました。とか、張さんの答え方を見てみましょう。私は日本へ来る前に中国の日本語学校で1年間日本語を勉強しました。日本へ来てからはフリーウィール日本語学校に通っています。アルバイトをしながらたくさんの日本人と会話するようにしました。そうですか。でも、大学の授業はすべて日本語で、レポートも日本語で書かなければいけないので、日本語で困ることもあるかもしれません。その場合、どう解決しますか？はい。こんな質問をされたら、皆さんはどう答えますか？張さんはどう答えるでしょうか？自分で調べながらできるだけ頑張ります。ですが、アルバイトでわからないことがあったとき、いつも日本人の友達が助けてくれました。ですから、大学に入学したら、日本人と友達になって、どうしても授業内で理解できないことを教えてもらいます。こんな風に今までわからないとき、理解できないときはどうやって解決してきたか、自分の経験と一緒に答えられたらいいと思います。あなたの国と日本で違う点は何ですか？これは普通の話。例えば、安全だからです。だけじゃダメです。具体的なエピソードと一緒に、もしできたら、大学で勉強できることで、あなたの国と日本の違いを話せたらいいですね。教育学部だったら、日本の教育とあなたの国の教育の違い。理工系だったら、日本とあなたの国の技術の違いなどです。どうやって答えるでしょうか？日本にはトヨタやソニーなど世界で有名な会社がたくさんあります。
中国もアリババやテンセントなど有名な会社が増えてきましたが、何十年もずっと有名な会社の数は日本の方が多いと思います。この大学をどうやって知りましたか？どこで知ったか、何で見たか、誰から聞いたかを話します。例えば、インターネットで調べましたとか、先輩に聞きましたとか。経営学部で学んでいる先輩からこちらの大学を勧められました。どうしてこの専攻を選びましたか？どうしてその学部でその学科を選んだのかを話します。この答えは長くても大丈夫です。そのために大学のことをよく知らなければなりません。お金が安いからですとか、近いからです、有名だからですはダメです。何を勉強したくて、どうして選んだのか話しましょう。あなたの将来の夢と関係があったらいいですね。または、あなたの国の大学との違いを話してもいいと思います。私は将来、父の会社を作るつもりです。これからもっと会社を大きくして、トヨタやソニーのように何十年も有名であり続けられる会社にしたいと思っています。そのために直感やセンスだけではなく、仕組みで会社経営をすることが必要と思います。御校の経営学部には経営管理の専門とする教授が多くいらっしゃるため、ぜひ経営管理について学びたい思い、志望しました。大学ではどんなことをしたいですか？これはサークルとかアルバイトもダメじゃありませんが、なるべく勉強のことを話しましょう。どんなことを学びたいのか、その理由も説明しましょう。インターネットでどんな授業があるか調べたり、パンフレットを見たりしてください。将来、父の会社を継ぐために自分でビジネスをする経験を積みたいと思っています。経営学部の中に日本の企業や地域と一緒に取り組みプロジェクト系の授業がありますので、それをぜひ受けたいです。その授業で日本人のビジネスについての考え方も学びたいと思います。学費や生活費はどのように準備しますか？学費は授業のお金、生活費は生活するためのお金です。大学はお金をちゃんと払えますか？確認したいです。誰が学費を払いますか？アルバイトをしますか？アルバイトをしても勉強する時間はありますか？どうやって答えるでしょうか？学費は国の両親が仕送りしてくれています。今は生活費のために週に4回アルバイトをしています。大学に入ったら夏休みにたくさんアルバイトをして、授業があるときはアルバイトを週に2回に減らすつもりです。合格したら入学しますか？併願校はありますか？これはどうやって答えようかなと困ってしまいますね。答え方についていろいろな意見がありますが、私は、嘘はつかない方がいいかなと思います。併願校はありますが、合格したいですという本当の気持ちが言えたらいいですね。併願校がありますが、御校が第一志望です。大学卒業後の計画を話してください。皆さんの将来の夢とその大学で勉強できることの関係がありますか？もしあったらぜひ話してください。大学で勉強することはあなたの夢に役に立ちますか？どうやって使いますか？
できれば、まずは日本の会社に就職したいんです。日本でビジネス経験をたくさん積んでから国へ帰って、父の会社を継ぎます。その中で自分が経営学部で学んだことを活かしたいと思っています。最近読んだ本について話してください。この質問もよくあるそうです。日本語の本じゃなくてもいいので、その分野の専門の本を読んでおいたらいいです。誰が書いた本か、本の名前は何か、どんなことが書いてあって、印象に残ったことは何か、どう思ったか、ぜひまとめておきましょう。例えば、最近私が読んだ本は、書いた人の名前の本の名前です。それから内容を話して、感想、どう思ったかを話しましょう。最近関心を持っているニュースについて話してください。これも専門のニュースだったらいいですね。いつの、どこの、どんなニュースか話してください。そして、あなたはそのニュースを聞いてどう思いましたか？意見を短く話しましょう。最後に何か言いたいことはありますか？面接の最後によく聞かれる質問です。もし質問したかったことがあったら、ぜひ聞いてください。でも何も質問がありません。どうしますか？これは特にありませんと言っても大丈夫です。でも心配だから何か言いたいという人のために一緒に準備しましょうか。ビデオを見てください。入学する前に日本の経営についてさらに学んでおきたいのですが、いい本がありますか？先生方のおすすめの講義が何でしょうか？はい、ここまでいかがでしたか？日本語には、習うより慣れよという言葉があります。つまり、習う、勉強するよりも、慣れる方が上手になるという意味です。面接も練習すればするほど上手になりますよ。ぜひ、面接の日まで何度も何度も練習しましょう。この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。